新鮮であるかないか、また美味しいカツオであるかないかはまず外見を見て分かる。目が澄んでいること、これがまず一番で、エラを開けた時に赤い色がきれいであること、ここが2番で、3番目に決して腹が太くない、尻が太い、腰が太い、ここが太い魚、これがカツオはいい魚とされています。腹が大きいとね、腹の皮が薄い、腹の身が厚いのが美味しいとされている。腹が大きいのはダメ、腰が太い、これがいいとされている。わかりました。ではさばいていきます。まずカツオにはこうやって胸びれの収まるとこがこう、胸びれが収まるとこ、だいたいこう分かります。ここをまず沿って、この沿ってずっとここに沿っていきます。そして胸びれのところに来る。この時にちょっと力を押す感じでムッとやっていく。だからさ、そして今度は包丁の半分ぐらい引いて、ここで骨を切ります。はい、骨を切る。で裏返します。で先ほど同じように背びれが収まるとこをまずは薄く取っていきます。そして背びれのそばにいた時に深く入れていきます。今度は腹の取り方、ここに隙間ができます。この隙間と身の間隔、これで人差し指でここからこの肛門のそばまで一気にスーッとやっていく。こうすると中の内臓も傷がつかない。そして頭を折る。そして内臓を出します。内臓は芯の方からまずこう切ってで出していきます。はい、出ました。それであとはこっち側の腹のそばをこう切って、はい、これがいわゆる腹ごってやつですな。腹で、これがカツオの肝、これ焼いて食べる、煮つけで食べると美味しいです。それとこれがカツオの子供、今回はこれはマコですね、今回は。はい、これがカツオの胃、これがカツオの脾臓、ここがカツオの小腸、これが網綿と言います。これとこれでカツオの塩辛を作ります。この網綿が多いほど塩辛は美味しい。これは食べません。これは塩焼き、煮つけ等にすると美味しい。またもう一つ、これがカツオの心臓、これはこのまま刺身でも食べれます。また塩焼き、煮つけでも美味しい。それではカツオの頭をさばいていきます。はい、これがカツオのエラ、唯一食べられないとこ、カツオで唯一ここは食べられないとかね。でカツオのこのカマなんかはですよ、これハサミでこう切ってやると簡単に血が止められなくていいですと。
はい、これはカツオのカンガです。カマ。はい、煮付け、あらに、だし、カツオのだしを取るときですか。ちょっと頭を切るときはちょっと力がいります。わあ、きれい。はい、カツオの頭、これ煮付けに枚な、塩煮とかよ、煮付けとかで美味しいですよ。下顎、カツオの下顎、ここも食べません。今からさばいていきます。まず背中の背びれ、これを大きいとこまで薄くちょこちょこっと切っていきます。ここまでここまで切っていったら、細い包丁で身と皮の間をスーッと入れていきます。スーッと入れていく、スーッと入れていったら、カツオの皮の方をずーっと落としていく。でこちらの方も身と皮の方をスッと入れていくな。そしてずっと身と皮の間を通っていって落としていく。そしたらここをさっきと止まったとこ、大きい背びれ、ここに当てたら切るんではなく押す、押す感じ、切ったらダメね、押す。そしてこれを取ってやれば、こうやって取っていく。はい、裏側、腹の方ね、腹の方も同じ感じやね。ここもちょっとこう取ってやるな。そしてここまで来たら、こう切るんじゃなく押すとポッと取れる。はい。でカツオは今回は叩き上やから皮は剥げません。カツオはここに小さい鱗が頭の方にあります。ここをスッとそぎ取ります。こうきれいにここをきれいにね、こうそぎ取る。はい。カツオをきれいに洗う。はい。カツオとまな板をきれいに洗ったら、これからは水を使わない。これから赤身はね、だいたいマグロも一緒やけれども、真水を使うと身が変色します。白身も変色するやつだけど、赤身ほど真水は使わないですが、包丁の背中半分ぐらいまで包丁がいくように骨に沿ってスーッと前に打っていく。だいたい身の半分ぐらい、半分手前かなっていうぐらいね、やっていく。でこちら側も反対側も身の半分ぐらいかなっていう感じでやっていくと、スムーズにスーッと通っていく。はい。反対側、腹の方も身の半分ぐらいかなっていう感じでスーッと通っていく。だいたい半分ぐらいかなって感じで、こちら側もだいたい身の半分ぐらいかなっていう感じで、取っていくな。それでここからが一気にここ元をきれいにこう先両足刺したらね、これで一気にいくな。でこちら側もチーッとこう包丁ちょっと上に向ける感じでやっていくときれいに切れる。はい。
わあ、いい身やね。綺麗な身や。最高の身や。これも煮付けで食べると美味しいです。はい、これからさばきますよ。まず腹の元、この腹の骨を取るのに後ろからこっち側はね、後ろからきれいにこう包丁入れて、あんまりこううまかったもんで見てこう。うますぎたな、うまいな。腹の取る時はね、いろいろ取る方法があったけど、ちょっと大きい魚はこうやって後ろからでこの骨を切り取って後ろの方からねこうさばいていこう。きれいにさばいていく。ここまでね。じゃああとはこっち握ってね、これからきれいにこうちーっと入れていく。でさっきもやってこう表で合流するわけね。はい、きれいに取れたな。あとは今度はここの元の骨をよ上からきれいに取ってやる。これきれいに取ってやるね。取ってやる。そして中血合いのそばに包丁をスーッと入れていく。ですか。ここ大事。こうきれいにしない。こうしな中血合いのときれいに持ってやる。でこっち側も上の方から取っていって中血合いの元にずーっときれい。包丁の切れるやつじゃないとダメだよね。それでこっちからカットしていく。カットするときはね、お尻の方から先カットしていく。お尻からカットする。こうして尻からカットしていくね。前は後からカットする。はい。でこちら側も一緒やね。こちら側もきれいに持ってきたら、まず尻の方からカットするね。そして頭の方をカットする。いいですか。今度はさっきとは逆ね。今度はまずこっちから包丁を入れていく。包丁をきれいに入れていく。そして上からこう入れていくね。で包丁をこう入れていく。はい。斜めにこう包丁を入れて中骨に中血合いに沿って包丁を入れていく。こっちも斜めにこう沿って中血合いに沿って包丁を入れていく。そしてカットするときはまず尻を取る。尻から切っていく。そして前を取っていく。こちらも尻から取っていくな。で血合いを取っていく。さっき切ったこう中血合い、これがですね塩焼きにうまい。煮付けもうまいけども、俺はこれは塩焼きにもういつもこれ塩してからよ焼いて食べる。これが最高にうまい。焼酎の魚、ビールの魚には最高ですな。これな半分にカットします。叩き用と漬け用と半分ずつします。はい。でこれまさに6はコンタクラあれ漬け用。それでこれで炙ります。今からカツ炙っていきます。必ず塩が必要です。塩背中にまず塗って、背中の皮目に塗っていくな。背中の皮目にちょっと多めにカツを塗っていく。背
背中のカツオ目は皮目にちょっと多く塗っていく。あとは手でこうまぶしたとこうカツオの全体にまぶすように塗っていく。これはもうかった。身の方にもまぶすように塗っていきます。はい、これでまず塩は完成です。それではカツオを炙っていきます。皮目の方をきっちり焼く。ここがたたきの美味しいか美味しくないかの分かれ目で、この塩をすることによって身が引き締まる。塩加減も大事ですよ。ちょっと焦がれてきた。これよりも焼く。これが大事。身の方は軽く炙るだけで結構です。身の方はいかに皮をきっちり焼くかが大事なところ。